もともとは油絵画を描いてて、で大学の時点では、絵画にも非常に興味を持ってて、でスペインに留学をしたりして、もともとアートと美術というその芸術的な表現と庭という表現が、庭にも芸術性みたいなものがあるんじゃないかなと思ってやってはいたんですけど、なかなかそれがつながらなかった時代があるんですね。依頼を受けた時に、神社の庭って何だろうなという、そこが一番の出発点です。今東京にいてて、今年で造園の庭の仕事をやり始めて28年目なんですけど、でそれを機に今回長崎で諫早神社の庭を作らせてもらって、これが非常に自分の中でも大きな節目になっていて、でそれまでの小さい個人邸から海外の庭までいろいろしてきた中で、もともとは僕は出身は奈良に生まれてて、で奈良の中学高校は京都の高校なんですけど、で関西にいる中で、子供の頃から神社仏閣の庭をうちの父親に連れて行かれていろいろ見ていく中で、それが自分の原風景になってるんですけど、でそういうものもあって大学に、自分の進路を考えた時にそういうお寺とかそういう宗教施設といいますか、その芸術の要素がたくさん付随しているそういう日本の文化の中で生まれた中で、やっぱりその芸術に興味を持って、でそこから美術というか作品を作るような、を作りたいなと思って、それで芸術の大学に進んだんですけどね。でその中で、自分は絵を描いてたんだけど、それでもともとは油絵画を描いてて、それで大学の時点では、絵画にも非常に興味を持ってて、でスペインに留学をしたりして、でその中でスペインに行く中で、要は外に出るっていうことで、また改めて日本を見るっていう機会が、それは20歳の頃なんですけどね。でやっぱりそのスペインに行って絵を描き始めるんですけど、その中で日本を見ていく中で、もともとスペインに行くっていうのは、色を求めていったというか、で自分が好きな画家としてジョアン・ミロとか、ね、ピカソもそうですけど、非常にカラフルな絵を色を使って描くっていう。でスペインっていうのはやっぱり太陽の光がすごく綺麗だったりして、色の発色が良くて、空が青かったり、コントラストが強かったりで、それに非常に憧れていったんですけど、そこで2年ばかり過ごしていく中で、日本を見て日本のことを考えていった時に、色ではなくて白黒の世界に今度はハマっていって、で日本に帰ってきて、
白黒の絵を描き出したんですけどね。でもともと素材的に油絵を描いてたんですけど、で白黒の表現をする時にやっぱり日本のその、和紙の白ですとかこう墨の黒、その辺がやっぱり自分の中でこうまた蘇ってきて、神社、日本の書ですとかね、そういう余白だとかそういう意味でいろいろこう日本のこう芸術みたいなものに今度はこう目を向き始めて、木が好きでと言いますか、その木が好きっていうのももともとやっぱりその神社仏閣を見る中で、木造建築、父親が建築家だったので連れて行かれて見るものは日本建築、寺社仏閣の建築をこうずっと見る形になっていて、でその中で僕がすごく印象に残ったのが、東大寺の南大門の金剛力士像の彫刻、あれに僕がすごくもっと小さい時から惹かれてて、でそれっていうのは素材が木じゃないですか。でその南大門のその金剛力士像がある空間っていう周りには柱があるわけですよね。でその柱が彫られたものが金剛力士像になる、木を彫ったものが木の彫刻になるんですけど、で要は柱とその木の風景ですよね。だからそれがやっぱり自分の原風景になっていて、でそういう意味で作品もそういう木を使った作品になってくるんですけど、で木を使って白黒を表現するっていうことで、今度は版画、木版画に興味を持ち出して、で木を彫って墨をのせてこう和紙にすって作品にするという。でそれでやっぱりそのもともとその、大学を出た時も出てからずっと作品を作りたいなと思ってたんですけど実際そのアートというか美術だけで、生活していくのは難しい。で自分でこう何か生活の糧にするために、大学できた時に、どういう仕事をしようかなと思った時に、その時に木に携わる仕事をしたいなと思って、でその木に携わる仕事って何かなと思って、もともとはだから寺社仏閣が好きだったので、宮大工とか、にもなりたいなと思った時があるんですね。けど宮大工をやるにはこう、芸術との両立は、職人の世界なので難しいと思ったので、もう一つはやっぱりその庭師、庭に携わることで庭の剪定とかそういう友達から勧められて、でそれで庭の仕事をやりだしたんですね。生活のためにといいますか。でもっと言うとその木をこう彫ったり木を使って作品を作っていく中で、木のことをもっと知りたいなと思って、この木っていうのはどういうところから来てるものと、どういうものなのかっていうのをより、追求したいなと思って、木を切る仕事、それで庭の仕事をし始めたんですけどね。でそうすると、やっぱりその原型元の木を切りながら、それを貯めて、その自分が切った木を貯めて彫刻作品を作ったりしていく中で、木を切る剪定をしながら、剪定作業ですとかその面管理をしながら、庭を作る機会もあって、でその時にやっぱりこう庭の仕事っていうものに触れていく中で、これは空間、芸術というか面白いこう仕事だなっていうのでどんどんはまっていって、でそれで庭をすることになったんですけどね。そうですね。要はスペインから帰ってきて、それで庭の仕事をやり始めて、もともと
その、自分はこうやっぱり庭の仕事をやり始めて1年ちょっとこうアルバイトで庭の剪定をしたりして、その中ですぐ独立してしまうんですね。でそれっていうのもやっぱりこうものづくり基本的に僕学生時代からやっぱり教わるっていうことが好きではなくて、自分でこう勉強するといいますか、自分でやっていく中でこういろいろ見つけていくっていうスタイルをずっとやってたもので、庭をやるにしてもこうなんて修行したり、そういう切り口からこう庭に対してこう学ぶっていうことはしていなくて、それでなので比較的こう自由にこう庭を作ってきたんですけど、で最初はこうやっぱり一人でやり始めたんで、いろんなものを持っていろいろなこう道具にしても重機にしてもそういろんなものに恵まれてはいなかったんですけど、なったのでこうやっぱりこうすごくシンプルにこう木を自分が持てる木だったり自分で作れるものとしてコンクリートを使ったりしてたんですよね。けどその中で何年か経っていく中でここ最近やっぱりそうやって石を使い始めて、大きな石をこう使うっていう機会にどんどんこう恵まれていって、でその時に、経緯としてはNHK のE テレの石の特集の時にちょっとテレビに出させてもらって、でそれを、宮司さんがここの宮司さんが見ていらっしゃって、そこでのオファーがそれでこうオファーが来たんですけどね。それが2019年に初めて東京に来ていただいてお会いして、それでいろんな要望ですとかいろんなお話をする中で、それで2019年から、今年で2024年、でこの三柱鳥居が完成したのが今年の夏で5年ぐらい、歳月はかかったんですけど、ただその2019年にプランを作り出して、ちょうどコロナの時期もあったりして、いろいろ様子を伺いながらこう工事をこう手探りで始めていったんですけど、で2001-2年はこうプランニングをしたりこういろいろ宮司さんとお話をしたり、まず僕はやっぱりその地元その歴史みたいなものをやっぱりこうかなり深くこう掘り下げて、でそこの中で自分がやっぱり解釈をしてからこうやっぱり仕事をしたりデザインをしたいと思っていたので、その期間がやっぱり1年とか2年とかかかったんですよね。それで21年からこう着工するんですけど、でも2021年から着工して1年半ぐらいでこの石の山と池の改修は本当8割ぐらいは完成して、でその後1年かけて三柱鳥居ってこの陶器で磁器で作る鳥居っていうものがもうかなり難しいものだったので、それに2年かかったんですけどね。その神社のここで庭を作るっていうところでいろいろこう掘り下げていく中で、少し歴史のことをお話しすると、もともとここの神社っていうのは、九州のこう中心になるような神社で、長崎なのでこういろいろ海外のものですとか日本の要はこう出発点みたいなところがあると。でもともとその、神社に庭を作るっていう意味でこう依頼を受けた時に神社の庭って何だろうなという、そこが一番の出発点ですよね。っていうのもやっぱりその諫早神社自身その神仏集合時代にその
に創建されたもので、728年に最初にこう祠が建ったんですけど、でそこから奈良時代江戸時代に入った時にやっぱりその神仏習合のお寺としてもともとは神社とこう総元寺っていうお寺がこの敷地の中にお寺と神社というものが共存していて、そのお寺の庭というものがあったんですよね。でそれは長崎でも三大庭園になるぐらい、ある意味有名なお庭だったんですけど、廃仏毀釈みたいなものがあってお寺がなくなるんですけど、でもお寺がなくなっても庭だけは残ってたんですけどね。で、要はそのお寺がなくなって、神社が残って庭は残ってるんですけど、その庭っていうものは結局仏教の庭だったんですよね。それが今から67年前ので、法明川っていう川が通っていて、そこの川が大洪水があって、でその洪水によってこう庭もこう壊されたんですよね。で本当にその昔のその仏教の庭をそのままきれいな形でこう元に戻すことだけで、その神社に庭を作ったことになるのかっていうのが、それが一番大きなテーマで、だとしたら神社にどういう庭を作るべきなのかっていうのをすごく考えた。そこが一番発端でした。でその計画を立てる中で、宮司さんにこの神社の歴史を伺った時に、もともとその雲仙に温泉神社っていうのが開山されて、でそこの神社の四面宮といって、その4つに分かれたその一つの神社が諫早神社なんです。なのでその歴史を伺った時に雲仙にぜひ行きましょうっていう話をして。それで雲仙に行っていろいろ見ていく中で、その本山を形にすることで神社の庭が表現できるんじゃないかなと思ったんです。でいろいろ日本、長崎じゃ要は日本のその神仏習合の歴史ですとか、信仰みたいなことをいろいろ調べていく中で、有名なのが、富士山の信仰があって、で江戸時代に関東の方では富士塚というものがいっぱいたくさん作られて、で富士山に登れないんだけど、富士山まで行ってお祈りはできないんだけど、その自分で富士塚を作ったところでそれもいろいろ歴史があって、ね、女性は登れなかったり、したので、そういう富士塚っていうものに拝むことで、氏神さんにお祈りするという、そこにちょっとヒントを得て、で雲仙の山を神社に持ってきて雲仙塚を作ることで、その雲仙に行けない方でも拝める、そういう空間を作ることが、神社の庭につながるんじゃないかなと。プラン的にはそういうコンセプトが一番最初にありましたね。富士塚はもう富士山っていうのは象徴的な形があるので、
真ん中がとんがっててっていう、そういう山を、どんな形でも作られてるんですけど、僕その雲仙の山を持っていく時にここに作る時に、その雲仙の山のそのままの形をここに持ってきたいと思って、でコンセプトとしては、その温泉神社がその本山にある温泉神社の場所のレベルで山をスパッと切るような、その切ったものをこっちにそのまま持ってくるというコンセプトで縮小してね、でそういうプランを作った。それがこれなんですけどね、これが雲仙の形なんですけど。で、要は国土地理院のその 3D のデータを拝借して、でそこの、実際の形から 3D プリンターに起こして、でこれを厳密に切った形、こういう平面上に切った形と、そのレベルですよね、山の高さを忠実に再現しようっていう自然石でですね。ですから単純に山を持ってっていうことではないっていうのが、それがやっぱりどこまででも氏神様といいますか、大地に寄り添うといいますか、追求する意味で、自分で勝手に山の形を作るんではなくて、自分を殺してといいますか、その作為的なプロポーションは全く考えないで、山の形をそのまま作るっていうことが、要は自然なんじゃないかっていう考えのもと、いろんなポイントを、頂上からのポイントの距離を測って、でここからの距離を書いた全部寸法です。それでこの寸法を元にして頂上から距離を測って、そこに鉄筋を立てて、それで石を形を作っていくっていう、そういうものでかなり大事なテーブルで、これをじゃあ実際に使いながら庭を作っていったという。そうですね。これ実際高さとかも全部というわけではないとそうです。全部高さも、これは平面の形で、上から見た形で、今度はこの横のこの平面の、高さですよね。立体はこの 3D というか図面上で何センチかっていうの、何メートルっていうのを寸法を出しておいて、基本的にキーになる平成新山雲仙普賢岳っていうのは、平成新山普賢岳、国見峠ですかね、妙見岳とか、ポイントになる山があるんですね。矢岳と。でこの山の山頂のレベルを寸法を出して、でそれに合った石を探して、それで高さは調整していく、作っていくっていう。ですから常にこの寸法、大きな寸法とこの模型、この 3D 模型を見ながら、この形をこういうふうにして山と照らし合わせながら360度石を組んでいったっていう。ですから非常に大事なテーブル、実際見てもいいですか。こういうはい。でこれだとなるほど。で一番難しかったのが、結局たくさん石を諫早の周りから集めたんですけど、でそれも全て自分が選んだ石ではないので、適材適所にその形を見ながらそこにはめていくっていうものが非常になんていうんですかね、難しかったんですけど、もう一つ難しいのが、そのまま地面から傾斜が
もともとの敷地は傾斜がついてるので、高さはバラバラなんですけど、その切ったラインをこう見せたかったので、一つ土台を下に作って、そこで浮かしたような、そこに浮いてその切ったものが飛んできてここにドンとこう鎮座するっていう山ごとっていう、そういう意味合いでこう切ったラインがどこからでも見えるようになってる。全てにこう制約があって、ただそれをすることでこう自然にどこまでも近づけるっていう狙いがありましたね。でやっぱりその石っていうのは相当な長いこう歴史、時間を持ってる素材だと思うし、その一つ一つの石にやっぱり例えば集まった石っていうのは、それこそ古い家を解体してその大きな石をこう譲っていただいたりで、もともと庭があったんだけどその庭が壊して大きな石だけ、また次の時にこう庭を作りたいと思ってストックされてた石を、もう必要ないからっていただいたりで、もっと他にはこう土木のこう会社の方が、要は道路を作ったり護岸を作ったりする時に出てきた石をこうストックしていたのを譲っていただいたり、それこそ山にこの石は持って行っていいよっていうものを取りに行ったり、こういろんなこうシチュエーションでの石があるんですけど、でもそれっていうのもに人の記憶というものがかなりそこにもこう埋め込まれていて、でそれをこう集結するっていうところにも一つのコンセプトがある。で一番こうメインに、据えてる、この辺りなんですけど、要は雲仙普賢岳の噴火があったの、大災害があるんですけど、でその時に、まさにこう噴火して転がってきた石をストックされてる、島原の造園屋さんがいらっしゃって、でその方からも譲り受けてるんですね。だから本当にそういう意味では非常にこの雲仙塚の石が集まる、それが全て集まるっていう、この白い石なんかは温泉神社の周りの雲仙地獄、地獄のこう要は温泉が出てるボコボコしたね、そういうところからもこう譲っていただいたりしたり、なのでこう非常にただ一つの石にしても一つの種類ではないですし、いろんなところからこう集まってるっていうのがやっぱりそのコンセプトにもなってるのかなっていう気がしますよね。一つはやっぱりその災害、やっぱり長崎、今やっぱり日本全国といいますか世界規模でやっぱりいろんな災害がやっぱり起きてるわけじゃないですか。でその中でやっぱり長崎っていう土地も本当に歴史をたどるとこう非常にいろいろなことが起きていると。でやっぱりそれに負けないようなといいますか、そういうものが、そういう災害ですとかそういうものがあるからやっぱり神社の庭というか、神社が大事だなとは思いますし、その人の拠り所ですとかその祈る場所みたいなものがすごく必要なんじゃないかなっていうのが、でそれを庭を通して、庭という形でどう表現するかっていうのは、非常に今大事だなとは思っていて、そのきっかけを、いただいたんですけど、でも一番自分がやりたかったのはやっぱりここにお参りといいますか、この庭に入った時に生きるエネルギーを与えれるような、やっぱり強いものを作りたいなっていうのはあったんですよね。ですからやっぱ大きな石をこんだけ一つの形にして、今後大水害が起こってもこの山は崩れない、でそういうものに対してこ
そういうものだからこそこう力を得れるといいますか、それは非常に大きいコンセプトであったと思うんですよね。いや、もともとその今庭園美術っていう言葉といいますかカテゴリーみたいなものを多分僕一人だけだと思うんですけど自分で歌っているんですけど、これも長い間時間はかかっていて、もともとアートと美術というその芸術的な表現と庭という表現が庭にも芸術性みたいなものがあるんじゃないかなと思ってやってはいたんですけど、なかなかそれがつながらなかった時代があるんですね。でやっぱそこが非常に苦しい時代があって、それを解消してくれたのが13年前、2018年あたりに10年間こう自分が独立して庭を作ってきた中で、もう一度海外に行きたいと思ってロンドンにこう2年ばかり自分の庭を海外で試してみたいっていうで、そういう機会を自分で作ってロンドンで活動していた時があって、でその時は美術と庭というものを別々にこう持っていったんですけど、自分の表現でもあるイギリスの雑誌の方が、に記事を書いていただいた時にそのアートガーデン、僕の作った庭をアートガーデンという見出しで雑誌に載せていただいたんですよね。でその時にアートガーデンという言葉があるんだと思って、で自分が作ってるものをそうやって見ていただけたんだっていう、何も話してないんですけどね、そういうふうな記事を書いていただいた。ということは自分の庭っていうのはアートなんだなと、アートガーデンなんだなと思ったんですよね。それを逆に直訳したのが庭園美術っていう。もともとは自分が考えたというよりかロンドンである編集者の方がつけたというか読んだからっていうのがあるんですけどね。でそれを機にやっぱりその庭とアート自分が作っている庭というものはアートとしても成立するんだなとは思って、でただやっぱりそのアートと、庭というものは非常にやっぱり根本的に違うところがあって、やっぱりアートっていうのは自分での作品っていうものに関して言えば自分で何でもコントロールできる、画材を選んだり、各媒体を選んだり、その大きさを選べたり、どこに飾ろうっていうことも簡単にある種移動ができたりですとか、そういうやっぱり人間がコントロールできるものだと思うんですけど、かたややっぱり庭っていうものっていうのはやっぱり石の素材、石の形は決まってるし、木だっていろいろあるんですけど、自分でコントロールできるわけではないっていう、それでアートは一回完成したらほぼやっぱり終わるんですけど、庭の場合は木は成長するし、切ってもまた形を変えていく。で要は場所が特定の場所、その地面に作るわけですから、でその制約がある中でもっと言うとやっぱり気候ですとか太陽ですとか星ですとか、要は気候にしても雨が降ったり風が降ったり、っていうそのいろんな制約といいますか、外からの延々と形を変えていくと変えさせられるといいますか、でそれが相当違うものだなっていうのを感じて、だからそういう意味で今若干庭園美術って言ってましたけど、それが一体それがまた本当にそれでいいのかなっていうふうに、このプロジェクトが終わってちょっと考え出してるところっていうのは
あるんですよね。ですからまあこの石の雲仙塚にしても、まあ自分が、まあ、要は彫刻といいますか、まあ、インスタレーションといいますか、こう人間の手でこうやって形を作ったものなんですけど、まあ、でもそれがちょっと矛盾してるんですけどね、好きに作ってないんですけど人間が作ってると、まあ、ある種アートの行為だけど、そのある種自然の山の形を忠実に作ってるという意味では、まあそれがアートなのかどうかみたいな話もありますし、ただその神社というかまあ、ここの場所でこういう山といいますか、まあ、作品、まあ、表現をして作られたものに、まあ、作り終わった後ふと山を眺めてたら、やっぱりそこにお参りされる方が来て手を合わし始めるわけですよね。自分が作ったアート作品に手を合わせるってことは絶対というか、まあ、ないわけじゃないですか。美術館でね、美術館とかでこう見てる作品に手を合わせるってことはまずないとは思うんですけど、ですからこれはやっぱりアートでもないのかなっていうか、まあ、もっと違う、何かなのかなっていうのは、そこにやっぱり自分が作ってよかったのかなというっていう気もしてて、する時があって、まあその神社の庭ってなんだろうなと考えた時のいろんな解釈の中で、まあ、一つはやっぱりまあ、要は岩倉信仰で、岩倉っていうのは大きな石がドンとあって、それを山の中で岩倉まあ要は大きな石を見つけた時に、まあ、要は神様がっていう話で、そこにしめ縄を巻いて初めてそれが岩倉になるわけじゃないですか。だからまあ要は石組みというか、まあ神様が据えた石、まあ作庭家神様みたいな感じで石組みをしたのを僕らは見て、まあ、それを庭と呼んでもいいんじゃないかっていう考え方ですよね。でまあもう一つは山にひもろぎっていって4本の柱を立てて、まあ、何もない空間を作ってもそこがまあ、庭という、まあ、これがまた庭かどうかって言ったら、庭という言葉かどうかって言ったらまた違う話なんです。違うというか難しいんですけど、でそういう空間っていうものが、まあ、庭的なものなんじゃないかなと思ったんです。ですから結果的にこの大きな石の塊を作ったもの自身が塚でもあるし、要は岩倉でもあるのかなと思っていて、でそれをまた人間が作っていいのかっていう話なんですけど実際まあ神様が山に石を据えたっていう考え方もありますし、まあその岩倉自身どう考えても不自然な岩倉っていうのも日本中にいっぱいあるわけですよね。だからもしかしたら人間が転がしてきてある近くまで持っていったり、そこにお参りができるところまで持っていくっていう意味では、まあ、人間が石組みをしてるというか。でまあそういう空間というか、そういう場所、そういうものがやっぱり神社の庭として成立するんじゃないかなっていう。そうですから、石組みがどんどん進んでいく中で、やっぱりおせっさん自身はまあ宮司さん神社の方なわけで、それで依頼をして、まあ、庭を作るんですけど、まあ、それは普通のね庭を作る時っていうのはやっぱりおせっさんがいて、まあ、誰に対して作るのかみたいなものがやっぱりを考えてデザインはしてたんですけどね。でだんだん石をの作業進んでいくと、これある種おせっさんは神様なんじゃないかなっていう
いう、っていう気になってきて、でやっぱりその神様に対して、どういうものを作るかっていうことを考え出したわけですよね。考えても分かんないんですけどだから要は何ですか、一生懸命作るじゃないですけど、それを、神様に対して作るっていうふうになった時にやっぱりいろんな、邪念というかそういうものが抜けていって、でそれはやっぱりその自然の形をそのまま作るっていうのとかなりつながっていて、でこれが自分でこう形を作ったりしていくとやっぱり邪念といいますか、人間の作為みたいなものがやっぱり入ってくるわけですよね。だから形をそのままに作るっていうことはやっぱり作為的なことができないので、そういう意味、そういうデザイン、そういうデザインにしたっていうことはやっぱり、神様に対していいことだったんだなっていうのがね、作ってる気持ちの中で、生まれたというか、でそれを結果的に来て参拝される方はそれに対して祈りを捧げるという、そういう構図になったので、良かったなと思いますけどね。これ普通の庭をね、個人邸ですとかそういう自分がデザインして作ってる時には絶対思わないことですからね。そういう意味で本当にどんどん庭をですから神社の庭ってなんだろうなっていう考えていく中で、庭とどこまでを庭と呼んで岩倉とかそういう神社のその空間を庭的なっていうのを解釈というか、本当に庭と呼んでいいのかっていうところにどんどんになっていくわけですよね。ですからもっと言うとやっぱり庭という言葉がどちらかというとこの神社の庭という庭が本当の庭って言ったらおかしいですけど元で、逆に言えば個人って普通に人間と接するがやっぱりある種ガーデンといいますかね。でもう少しいろいろその宗教とかそういうものが関係ないお庭っていうものっていうのは少し違う名前で逆に呼ぶのかなっていうような。だからそもそも、その仏教の時代にできた庭をその京都とかね、いろんな日本中にある庭っていうのは、要は日本庭園と呼べるのイメージですよね。日本庭園って言ったらやっぱりお寺の庭みたいな感じのイメージがあると思うんですけど、差別化する必要はないんですけど、なんとなく概念の感覚の中でやっぱり分かれていくものなんだなと思いますけどね。やっぱりね、もっと本当に突き詰めていくとね、日本庭園だって大名庭園があったりね、それいろいろものがあって、やっぱりそれって一つ一つ違うものなんで、だから大きな意味でカテゴリーの庭として、ただ神社の庭がそこのカテゴリーに入るのかみたいなところにも行きますし、最初にも伝えたけど、要は庭をやり始めて、28周年になるんですけど、その節目として、自分の作品を今まで通して見せるような展覧会をしていて、でそのタイトルが「原始庭園」っていう。でその原始っていうものもその原始庭園っていう展覧会のタイトルなんですけど、その原始庭園っていうところまで行き着いたっていうものもやっぱその時間のスケールがどんどん広がっていく中で、原始時代といいますか、は一体どういう庭があったんだろうなっていうところから始まって、それで実はその原始ってどういう言葉かなって調べていった時に、普通はプリミティブ、要はそのね、
こうひげを生やしてこう狩りをしてこうそういうなんていうんですかこうワイルドな印象があると思うんですけど、で原始の英語で調べるともう一つはこうオリジンっていう言葉の意味があって、そのオリジンっていう意味っていうのはやっぱり一番最初に何かをした何かが生み出すっていう意味があるっていうことをこうが分かって、でもっと調べていくと実は原始時代っていうのは学術的になくって、そのいつからいつまで原始時代っていうのがないわけですよね。でも僕らはイメージとしては原始時代っていうのはもう昔のイメージがあるんですけど、だからある種新しいものをこう挑戦してこう作り出すという意味では、僕の今回この作った庭も原始的な行為って呼べるかもしれないし、ここが原始庭園と呼んでもいいんじゃないかなと今は思っていたりして、でもっと言えば今でも原始時代なんじゃないかなっていうことなんですよね。なのでその引き続き続く原始時代の中で、自分がやっぱりこの経験を通してやっぱり自分神社仏閣神仏集合の庭原始庭園っていうものをちょっと今後も作り続けたいなと思っていて、でそれを本当にこう自分が生まれ育った奈良というところでこう何かそういうものを作れればなっていうのは今思っていて、でそれは、すごくこう、死ぬまでにそれを一つ延々と作り続けて、延々とそこに関わって終わりたいなっていう、目標が、これを作ったことでできましたね。それが庭園美術というよりかはその美術とその芸術、庭園芸術で今後は言っていきたいなとも思いますし、で芸術っていう言葉をこう解釈する上でそれはこう庭と芸術を悩んでる時にその芸術の芸っていう言葉も調べたことがあって、その芸術の芸の古い芸っていうのは人がこうかがんで木を植えてるっていうものの象形文字なんですよね。なので芸術っていうのは木を植えることなんだみたいな答えを一回出したことがあって、それって庭師といいますか庭を作る人間なんだなと思って芸術を作っていきたいなと思ってますけどね。話したポーランドで仕事をして日本庭園って何だっていう問いに対してその時に出た答えはやっぱり竜の尻尾とクジラの尻尾がつながってる絵を描いたんです。でそれはやっぱり竜が池仏教でクジラが山神道でそれをつなげたっていう最初の方にそれのイメージがあって、それはなぜかというと